のささやきの朗読や子供の頃、山の奥には絶対に近づくな、そう言われていた。地元の人間ならみんな知っている。県道を外れ、古い林道を20分ほど進んだ先、古びたフェンスで囲われた区域。正式名称なんて誰も知らない。ただ、禁足地とだけ呼ばれていた。理由を聞いても大人たちは答えない。ただ、夜は山を見るな。放送が聞こえても返事をするな。フェンスの中には入るな。決まってそれだけだった。小学生の頃、一度だけ祖父へ聞いたことがある。あそこ、何があるの？祖父はしばらく黙った後、タバコをもみ消しながら言った。入っちゃいけない場所ではない。その言葉を今でも覚えている。祖父は山の方を見たまま小さく続けた。出てきちゃいけないもんを閉じ込めてるんだ。当時は笑い話だと思っていた。藤崎が消えるまでは。藤崎とは高校時代からの付き合いだった。昔から妙な場所が好きなやつで、廃墟だの、心霊スポットだのを見つけては一人で行っていた。ある日の深夜2時過ぎ、そいつから突然 LINE が来た。やばい場所見つけた。続けて写真。暗い山道、フラッシュに照らされたフェンス、赤い警告板。そこに書かれていた文字を見て背筋が冷えた。関係者以外立ち入り禁止。第三管理区。間違いなかった。あの山だ。俺はすぐに電話をかける。だが出なかった。数回鳴った後、切れた。その直後、追加のメッセージ。なんか変なのいる。それが最後だった。藤崎はそのまま行方不明になった。警察も捜索したらしい。だが、数日で打ち切られた。山中での遭難。それで終わった。でも俺には、どうしてもそうは思えなかった。最後に送られてきた写真。あれは偶然なんかじゃない。藤崎は禁足地に入ったんだ。山へと向かったのは10月の終わりだった。曇り空。昼なのに妙に暗い。林道へ入ったあたりからスマホの電波はほとんど消えた。道も荒れている。ガードレールは曲がり、落石注意の看板は半分倒れていた。途中、小さな集落を通った。古い木造の家が並んでいる。人の気配はほとんどない。その中で一軒だけ商店が開いていた。飲み物を買うついでに店番をしていた老婆に聞いてみた。この辺りで最近人がいなくなったりしていませんか？すると老婆の手が止まった。奥のテレビだけが小さく音を立てている。しばらくして老婆は俺を見た。妙に冷たい目だった。あんた、どこに行く気だ？ちょっと山を。どこの山だ？答えに詰まった瞬間、老婆の顔色が変わった。
やめときな。でも友達が。探さん方がええ。即答だった。あそこに行ったなら、もう戻ったらん。何があるんですか？老婆は黙った。やがて小さくつぶやく。夜になると放送が鳴る。放送？山ん中でな、ずっと。老婆は店の奥をちらっと見た。誰かに聞かれたくないみたいに。呼ぶんだよ。誰を？その時だった。店の奥から老人が出てきた。無言で俺を睨む。それから老婆へ低く言った。喋るな。空気が一気に重くなった。俺はそれ以上は聞けず、店を出た。背中越しには老婆の声だけが聞こえた。夜になる前に降りなさい。そこから先は徒歩だった。車を止め、荒れた山道を進む。落ち葉を踏む音だけが響いていた。だが妙だった。虫の声がしない。風もない。山なのに静かすぎる。30分ほど歩いた頃だった。林の奥にフェンスが見えた。高い金網。ところどころ無理やり補修されている。その前に小さなプレハブ小屋があった。古い。窓ガラスも薄汚れている。だが煙突から煙が出ていた。誰かいたんだ。気づくと入り口の横の椅子には老人が座っていた。異様に痩せている。骨に皮が張り付いただけみたいだった。深いシワ、濁った目。老人は俺を見るなり言った。誰を探しに来た？いきなりだった。え？名前は？逆らえない声だった。俺は答える。藤崎ってやつなんですけど。その瞬間、老人の顔色が変わった。目に見えて青ざめたんだ。そして小さくつぶやいた。遅かったか。知ってるんですか？老人は答えない。ゆっくり立ち上がるとフェンスの奥を見た。足を引きずっている。今日は帰れ。いや、友達を。帰れ。強い口調だった。その時山の奥からノイズが聞こえた。ガガ。古いスピーカーみたいな音。反射的に振り返る。フェンスの奥、木の間に黒いスピーカーが吊られていた。そこから声が流れる。ノイズ混じりのかすれた声。ブツ。切れた。全身に鳥肌が立つ。すると、老人が舌打ちをした。始まったか。今の何なんですか？老人は答えない。ただ、異様に焦った顔で山を見ていた。その時だった。フェンスの奥、林の暗がりに人影が立っていた。誰かいる。ゆっくり歩いている。フェンス沿いを、同じ場所を何度も。だけど、服装に見覚えがあった。黒いパーカー、藤崎だった。おい、藤崎！思わず叫んだ。すると、人影が止まる。ゆっ
くりと首だけがこちらを向いた。だが顔が見えなかった。暗い、真っ黒だった。目も口もない。顔だけが塗りつぶしたみたいに黒かった。その瞬間背後から老人が怒鳴った。見るな。同時に藤崎が一歩こちらへ近づいた。ギッとフェンスが内側から揺れた。その音で我に返った。藤崎が金網のすぐ向こうに立っている。顔だけが黒い、真っ暗だった。なのに見られている感覚だけははっきりとあるんだ。背筋に冷たいものが走った。老人が俺の腕を乱暴につかむ。下がれ。引きずられるようにプレハブへ押し込まれた。その直後、外で金属音。ガシャン。鎖だ。鍵までかけられたらしい。おい！窓へ駆け寄る。だが老人は振り返らない。フェンスの前に立ち、藤崎を睨んでいた。夕暮れの山は異様に暗かった。風もない、音もない。なのにフェンスだけがギシッ、ギシッと揺れている。藤崎が金網に手をかけた。指が異様に長かった。節が多い。爪は泥だらけで何枚か剥がれていた。ギー、ギーと金網がきしむ。すると老人が低い声で何か唱え始めた。方言なのか言葉が聞き取れない。それは祈りみたいだった。すると藤崎の動きが止まる。真っ黒な顔がゆっくりと傾いた。それから後ろへと下がっていく。暗い林の中へ溶けるみたいに消えた。同時に山の放送も止まった。静寂だけが残る。しばらくして扉の鍵が外された。老人は無言で中に入ってくる。顔色が悪い。というより生気がなかった。何日も寝ていない人間みたいだった。その小屋の中は古いカビ臭さが充満していた。机、無線機、山の地図、大量のノート。壁には何枚もの写真が貼られている。どれもぼやけていた。山道、フェンス、そして人影。全部顔が潰れたみたいに黒く映っていた。俺は思わず聞いた。あれって藤崎なんですよね。老人はタバコに火をつける。手が震えていた。もう違うんだ。短かった。違うって。あれはな、人の形を真似とるだけだ。意味がわからなかった。老人はしばらく黙ってはいたが、やがてぽつりと話し始めた。50年以上前、この山の奥には小さな集落があった。だが、大雨で山が崩れた。村ごと土砂に飲まれたらしい。何十人も死んだ。はずだった。死体が足りんかった。老人はそう言った。掘っても見つからない。半分以上が土の下から消えていたんだ。だが数日後、山から帰ってきた。泥だらけの人間が、骨の折れた女が、顔の潰れた子供が。夜中に自分の家に戻ってきた。
最初村人たちは生存者だと思った。だが違った。帰ってきたそれは少しずつおかしくなったんだ。喋らない、瞬きをしない。夜中になると庭を掘り続ける。そしてある日、突然また山へと戻った。それが何年も続いた。だから村は山を封鎖した。フェンスを作り、管理人を置いた。出てくるものを監視するために。俺は乾いた喉で聞いてみた。あれ、何なんですか？老人はしばらく黙っていた。その目に浮かんでいたのは恐怖だった。わからん。煙を吐く。だが、死んだ人間の形を覚えるんだ。全身が冷えた。しかも、声も真似るんだ。記憶も少し持っとる。だから呼ぶ。家族を、友人を、山へと。俺は思い出していた。藤崎から最後に来たメッセージ。なんか変なのいる。あいつはあれを見たんだ。そして呼ばれた。その夜老人は俺を小屋に泊まらせた。今から山を降りる方が危ねえぞ。とだけ言われた。そして俺は眠れるわけがなかった。外は完全な闇。窓の向こうにはフェンス。その奥に山。深夜2時頃だった。無線機からノイズが流れた。ザザッ。飛び起きる。老人は椅子に座ったまま目を閉じていた。だが起きている。じっと無線を聞いていた。するとノイズの向こうから声が混じる。寒いよ。女の声。小さい子供みたいな声も聞こえる。ここにいる。開けて。寒い。耳鳴りがした。その時床下から音が鳴った。ドン。全身が硬直する。また、ドン。床の真下。何かがいる。ゆっくり這うような音。ミシ、ミシ。老人が目を閉じたままつぶやく。聞くな。だが次の瞬間、床下から声がした。なあ。聞き覚えがあった。それは藤崎の声だった。いるんだろ血の気が引く。開けてくれよ。床板の隙間に指が入ってきた。泥だらけだった。爪が剥がれている。ぐいっと床板が少し浮いた。俺は悲鳴を飲み込んだ。その瞬間、老人が立ち上がり、床を思いっきり踏みつけた。バン！声が止まる。静寂。老人は荒い息のまま床を睨んでいた。まだ下におる。朝方だった。いつの間にか放送は止んでいた。薄暗い小屋の中で老人がぽつりと言った。お前、もう聞こえ始めとる。何がですか？老人は答えない。だが代わりに古いノートを机へ置いた。表紙にはこう書かれている。管理記録。中には歴代管理人の日誌が残されていた。
声が近づいてくる。夜中に窓を叩く。山を降りても戻される。顔が思い出せなくなる。代わりが必要。最後のページ、震える字でこう書かれていた。もう限界。次を入れる。嫌な予感がした。待ってください。老人は俺を見た。それは妙に優しい目だった。すまんな。その瞬間、後頭部に衝撃が走る。視界が暗転した。目を覚ましたとき、小屋の中は静まり返っていた。老人はいない。机の上にはフェンスの鍵、無線機、そして管理記録。そして一枚の紙が置かれていた。もう山が開き始めている。管理を続けろ。絶対に中へ入るな。頭が真っ白になる。外へ飛び出した。老人を探す。だがいない。代わりにフェンスの奥、林の暗がりに人影が立っていた。何人も、いや何十人も。全員顔が黒い。そしてその先頭にいたのは藤崎だった。ゆっくりと手を挙げる。まるで、おいで、とするみたいに。俺は恐怖のまま山を降りた。転ぶように林道を走る。車に飛び乗り、エンジンをかける。逃げろ、逃げろ。そう思いながらアクセルを踏んだ。だが、10分ほど走ったところで、俺は気づいた。道がおかしいんだ。見覚えのあるガードレール、崩れた標識、嫌な汗が出る。その先に見えたのはフェンスだった。俺は息を飲んだ。ありえない。確かに山を下っていたはずなのに、また戻っているんだ。混乱したまま、今度は反対方向に走った。だが同じだった。何度走っても、どの道を選んでも、気づくとフェンスの前に戻っている。日が暮れ始めていた。その時、山の奥から放送が流れる。ノイズ、それから、おかえり。全身が凍りついた。プレハブの窓に自分の姿が映る。その顔を見て、俺は呼吸を止めた。頬が異様にこけている。目の下が黒い。俺は、あの老人に似ていた。その夜からだった。毎晩、フェンスを叩く音が聞こえるようになったのは。ギー、ギー。開けろ、開けろ。そう聞こえてくる。季節感も時間も曖昧になっていった。山を降りようとしても必ず戻ってしまう。電話もつながらない。そしていつしか俺は小屋へ住み始めていた。老人がそうだったように。どれくらい経ったのかもうわからない。ある夜、山道の向こうから若者たちの笑い声が聞こえてきたんだ。肝試しだろう。スマホのライトが揺れている。俺は慌てて外へ出た。来るな！声を張り上げる。だが、若者たちは笑っている。誰かいるぞ。管理人じゃね？その瞬間、俺は気づいた。自分の声があの老人と全く同じになっていることに。そして若者たちの後ろ、暗い林の中に俺が立っていた。顔を
真っ黒にしたまま。あの映像は公開されなかった。正確には公開できなかった。編集段階でスタッフが一人消え、データ管理をしていた人間が錯乱状態になった。そして最終的には企画自体が潰れた。そして残ったのは未編集の映像データと取材メモだけ。これはその時の話だ。その当時俺は小さい映像制作会社で働いていた。心霊系や都市伝説系の動画を扱うよくあるネット配信向けの制作会社だ。再生数のためなら何でもやる。そんな空気だった。問題の企画が持ち上がったのは梅雨の終わり頃だった。ディレクターの真鍋が嬉しそうに資料を持ってきた。やばい場所見つけたぞ。机に置かれたのは一枚の航空写真だった。山、深い森。その一角だけ不自然に四角く切り開かれている。赤文字でこう書かれていた。立ち入り禁止区域 E の7。何ですかこれ。俺が聞くと真鍋は笑った。元ダム建設地。計画途中で中止。理由は不明。だが工事関係者の失踪が相次ぎ封鎖されたらしい。しかもネット上では妙な噂まであった。夜中、子供の声が聞こえる。監視カメラに女が映る。作業員が突然いなくなる。人数が合わなくなる。真鍋は完全に乗り気だった。これ絶対バズるだろ。俺はあんまり気が進まなかった。こういう変に具体的な噂がある場所は本当に嫌なことが起きる。だが俺は結局断れなかった。取材メンバーは4人。ディレクターの真鍋、カメラ担当の須藤、音声の小野寺、そして俺。現地に向かったのは7月中旬だった。E7区域は山奥にあった。県道を外れ、さらに工事用道路を進んだ先、途中からガードレールすらなくなる。霧が濃かった。昼なのに視界が白い。須藤が窓の外を見ながら言った。なんか嫌だな、ここ。真鍋は笑う。今さらビビんなよ。だが、俺も同じだった。空気が重い。山が妙に静かだった。虫の声がしない。風もない。ただ、時々どこからか水の流れる音だけが聞こえてくる。やがてフェンスが見えた。巨大だった。工事用の高い金網。赤い警告板。E7区域。関係者以外立ち入り禁止。そしてその下には色あせた紙が何枚も貼られていた。ほとんど読めない。だが、一枚だけかろうじて文字が残っていた。夜間作業禁止。理由は書かれていない。真鍋がフェンスを揺らす。鍵は壊れていた。お、入れんじゃん。嫌な音を立てながらフェンスが開く。
その瞬間だった。風が吹いた。さっきまでは無風だったのに。冷たい風。まるでフェンスの向こうから流れてきたみたいだった。中は広大な工事跡地だった。途中で放棄されたままなのが一目でわかる。重機は放置、ブルーシートはボロボロ。コンクリートの土台だけが雨に濡れて黒ずんでいる。山肌には巨大な穴が開いていた。その周囲に監視カメラが大量に残されている。鉄柱の上、仮設小屋の屋根、ありえない数だった。小野寺がつぶやく。監視カメラ多すぎじゃない？確かに異常だった。しかも全部山側を向いている。工事現場じゃない。まるで山の奥を監視しているみたいだった。真鍋は嬉しそうにカメラを回している。いいね。雰囲気あるわ。だがその時、須藤が声を上げた。おい。全員振り返る。須藤は一台の監視モニターを指さしていた。仮設小屋の中、電源は落ちているはずなのに、一つだけ画面がついていた。ノイズ混じりの白黒映像。映っていたのは工事現場の通路。そしてその奥に女が立っていた。白い服、長い髪、裸足。うつむいていて顔は見えない。空気が止まる。すると真鍋が笑った。うわ、できすぎだろ。だが誰も笑えなかった。おかしいんだ。モニターに電源コードはつながっていない。しかも次の瞬間、映像の女が少しだけ前へ出た。プツッと画面が消えた。誰も喋らない。すると小野寺がかすれた声で言った。今、動いたよな。その時だった。遠くで子供の声が聞こえた。歌だった。かすかに山の奥から、かごめ、かごめ。全員が凍りつく。霧の向こう、山肌に開いた巨大なトンネルの奥が真っ暗に口を開けていた。そしてその入り口の付近に小さな人影が何人も立っていた。霧の向こう、トンネルの入り口の前に小さな人影が並んでいる。それは子供だった。5人、いや、もっといる。全員こっちを見ている。距離があるせいで顔はわからない。だが異様だった。誰も動かない。真鍋が小さく笑った。仕込みじゃないよな。誰も答えなかった。須藤がカメラを向ける。ズーム。その瞬間だった。ノイズ。画面が乱れる。すると子供たちの姿が消えた。霧だけになっている。は？須藤が肉眼で前を見る。だがやはり誰もいない。小野寺がかすれた声を漏らした。今いたよな。俺も見ていた。確かにいた。なのに消えたんだ。真鍋だけが無理に笑っている。まあいいや、進もうぜ。そう言ってトンネルに向かう。
俺は嫌だった。本能的にこれ以上は行くな、そう思っていた。だが仕事だ。結局全員で進むことになった。トンネルの中は異様に寒かった。外より明らかに気温が低い。ライトを向けると壁一面に黒いシミが広がっている。水じゃない、手形だった。小さい子供の手。無数だった。壁を這うみたいに奥まで続いている。すると小野寺が震えた声で言う。なんだよこれ。誰も答えない。奥へ進むほど空気が重くなる。妙な匂いもした。湿った土の匂い、古い水の匂い、それに混じって腐ったような匂いもした。須藤が顔をしかめた。死体みたいな匂いしない？冗談に聞こえなかった。その時、後ろで足音がした。ペチャ、ペチャと裸足みたいな音。全員が振り返る。誰もいない。だがトンネル入り口の暗闇に一瞬だけ白い服が見えた。女だった。だがすぐ消えた。真鍋が舌打ちをする。おい、マジで誰かいるだろ。返事はない。代わりに奥からまた歌が聞こえた。かごめ、かごめ。今度は近い。子供の声が何十人分も重なっていた。その夜、俺たちは現場近くのプレハブ宿舎へ泊まることになった。元作業員用らしい。電気は通っている。だが妙に古かった。廊下の壁には監視カメラが並んでいる。しかも全部室内ではなく外を映していた。山、フェンス、トンネルの入り口。まるで何かを警戒しているみたいだった。夕食を食いながら真鍋が資料を広げる。地元で集めた古い新聞記事だった。例の場所、昔村があったらしい。飢饉の時代、その村では間引きが行われていた。食いぶちを減らすため、子供を山へ捨てていたらしい。そして捨てられた子供たちは二度と戻らなかった。はずだった。真鍋が記事を指さす。でもな、変な証言があるんだ。夜になると山から子供たちが降りてくる。窓の外へ立つ。家を覗く。そして歌うらしいんだ。かごめ、かごめ。と。小野寺が露骨に嫌そうな顔をした。もうやめません？真鍋は笑う。今さら？だがその時、須藤が急に黙った。様子がおかしい。モニターを見ている。真っ青な顔だった。おい！全員そっちを見る。監視カメラの映像。宿舎の外が映っている。なんとそこには女が立っていた。白い服、裸足、長い髪、そしてうつむいている。昼間にモニターに映っていた女だった。しかも昼より近かった。宿舎のすぐ前にいる。空気が凍った。次の瞬間、
女の顔がゆっくりと上がった。だがノイズが走り、顔だけ見えない。ブツッと映像が切れた。その瞬間だった。玄関をコンコンと叩く音がした。誰も動けない。そしてもう一回。コンコン。静かだった。子供みたいな小さい叩き方。真鍋が無理に笑った。スタッフのいたずらだろ。そう言って立ち上がる。止める暇もなかった。真鍋が玄関へと向かった。鍵を開け、扉を開く。だが、外には誰もいなかった。でも足元に小さな泥の足跡だけが並んでいたんだ。裸足だった。しかも一つだけではない。大量にあった。子供の足跡が宿舎の中まで続いている。真鍋の顔から笑みが消えた。深夜2時、異変が起きた。須藤が突然叫び出した。俺たちは飛び起きる。すると須藤は廊下で壁に向かっていた。震えている。いる。何が？壁ん中。意味がわからなかった。だが次の瞬間、俺たちも聞いた。ミシ。壁の向こう、何かが歩いている。小さい足音。それが宿舎の壁の中をぐるぐる歩き回っていた。子供の足音だった。ペタ、ペタ。しかも数が増えていくんだ。廊下、天井、床下、四方から聞こえる。小野寺が半泣きで叫んだ。何なんだよこれ。その時、宿舎中の監視モニターが一斉についた。全部同じ映像だった。暗い廊下、その奥から子供たちが歩いてくる。泥だらけ、全員うつむいている。そして一番後ろ、白い女が立っていた。ゆっくり顔を上げる。そこで初めて見えた。顔がなかったんだ。真っ黒だった。ノイズみたいに潰れている。次の瞬間、モニター越しの女が喋ったんだ。やっと出られる。同時に宿舎の照明が全部落ちた。悲鳴、物音、誰かが走る音。暗闇の中で小さい手が足へと触れた。冷たい、泥だらけ。その瞬間、須藤が叫んだ。人数が違う。懐中電灯が揺れる。照らされた廊下。そこにいたのは、俺たち4人ではなかった。5人いた。知らない子供が1人混じっていたんだ。うつむいたまま、裸足で。その瞬間、小野寺が消えた。本当に一瞬だった。目を離した瞬間にいなくなっていた。ただ床だけが濡れていた。泥水みたいに。俺たちはパニックになった。真鍋が叫ぶ。逃げろ！全員外へと飛び出した。霧の中を走る。だが、どこへ行ってもトンネルに戻ってしまうんだ。道がおかしい。霧の向こう、無数の子供たちが立っていた。増えているんだ。そして、歌声も聞こえてきた。
かごめ、かごめ。その中央、白い女が立っていた。もう目の前だった。顔の黒いまま、口だけが動く。ねえ。その声は妙に近かった。まるですぐそばで囁かれているみたいに。まだ入れるよね。次の瞬間、背後で巨大な音がした。振り返る。封鎖されていたはずのトンネルがゆっくりと開いていた。そして真っ暗な奥から大量の足音が聞こえてきた。子供だけではない。もっと大きくて、もっと重い。何かが出てこようとしていた。そして後日、現場でカメラだけが発見された。映像の最後、逃げる俺たちの後ろを泥だらけの子供たちが無言で歩いている。そして録音された最後の音声。女の声、すぐ耳元でこう囁いていた。次はどこに行こうか。